はい、始まりました。今回は、機械兵団の進軍の決戦の後にっていうやつが出るみたいなんですけど、謎の小説とね。謎の上昇、そんなことは今までなかったですよね。多分だけど、んすぐに今のなんていうか環境解明速度だと、はい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 。スタンダードとかで煮詰まっちゃうからこういう小説を挟みたいんだと思うのね、3ヶ月の間に。なるほどね。はい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 。それでちょっと要は昔のブロック製じゃないけど、はい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 、それのスパンをこうキュッてしたやつはい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 、の中にちょっと変化をね、ちょっと変化を入れたいんじゃないかな、商業的にはというふうに思ってるんだけど、それの実験セットだと思いますよ。煮詰まんないですからね、なかなかね。確かに確かに。で、それの、カードが公開されまして、そのこれね、一瞬で全部公開されたんだけどびっくりしましたよね、それをのギャラリーを見ながら例によって伝説のクリーチャーを逃走した敵に語っていこうっていう回になります、はい、これフリートークになってまして、また適当な話しかしませんので鵜呑みになさらないようにということで一応編集するときに間違ってるの気づいたら間違ってますって書いておくんで、間違ったやつ後で気づいた場合はごめんなさいなんでということを踏まえた上でご覧くださいということで、まず白からいきます。はい。白、これすみません、タズリというなんでこのタズリさん大人気なんですかね。しかも毎回フルカラーっていうね。頑固たる生存者タズリ、3マナ33。あなたがコントロールしているすべてのクリーチャーはそのクリーチャーの色のうち好きな色のマナ1点を加えるクリーチャーの能力のためにしか使えないっていう能力を起動できる能力を持つと、マナクリになるってことなんですね。クリーチャーマナクリになる。クリーチャーの起動型能力にしか使えないマナクリになるっていう。起動型能力にしか使えない、要するにこのタズリの起動スポットに使ってくれって書いてあるんだけど。なるほどなるほど。で5マナでカードを5枚切削する、その切削されたカードの中からマナ能力でない起動型能力を持つ全てのクリーチャーカードをあなたの手札に加える。なるほど、面白いですね。全く意味がわからないでもなんか楽しそうですよね。いや楽しそうなのかどうかもちょっとよくわからないこの人。なんか起動型能力を持つのとりあえず一回総ざらいしたくなりますね起動型能力、マナ能力でないね、しかもね。なんかあるんですかね。なんかザーダとか調べるんですかね。よくわからないんだよなこれ本当に。でも一応その利点としましては、とりあえずこいつ5色じゃないですか、まず5色なんですよ、でフルカラーだったら一応起動型能力持ってていいやつ浮かびます。なんか何も浮かばねえ何も浮かばねえ。だいたいマナ能力でないって書いてあるしなんだろうな、だいたい重要なのはマナ能力だよみたいなね。そうっすよね、なんですかね。例えば浮かばないですけど、わかりません、タズリ今までもだいたい夕食無限マナーになったら一応フィニッシュできる統率者だったんですけど、毎回5カラーなんですけど5カラーなんですよねとびきりわからないですこいつ分かったらコメントくださいということで、で次いきますね。次は青はないのかな。なし。青なしで、黒いきますね。黒は黒もなし。赤はなんとありますね。2体もいるっていうね。鉄頭のアーニ3マナ。なんか角増えてるんですよねこれね本当だ気になってしょうがないんだけど3マナ33であなたがコントロールしているクリーチャー1体が攻撃するか、クリーチャー1体があなたのコントロール下で攻撃している状態で戦場に出るたび2マナ支払っていいと、そしたら手札にありマナ総量がそのクリーチャーよりもマナ総量少ないクリーチャーをタップ状態で攻撃している状態で戦場に出してもいいという、はい。書いてること結構強いと思ってるんだけど僕は言われるまで気づかなかったんですけどなるほどという形ですね。例えば、3マナ33だと、でこいつでもいいんで殴ると、で2コス払うと2以下のクリーチャーがアタック状態で出てくると。それだけでも9大点じゃ9大点じゃないですか。確かに確かに。でもこいつの能力誘発するこいつだけじゃないんで。なるほどなるほど。なんかよくわかんないでっかいのアタックいくとでっかいの出てくるっていう、だからそのね、僕のパフォルスの
僕パワフルスやってるんですけど、うん青銅血の方、パワフルスだとなんかスニークした殺戮の化身とかそう10何万殺戮の化身から殴ったらアタックで2万払ったら、ドラクセスとか出てきちゃうみたいな、場に残っちゃう場に残っちゃうっていうちょっとまずいんじゃないかみたいなまあスニーク系のカードってことですかね、要は。スニークするの結構好きじゃないですか、EDH の人って。だからそれをしてるやつを2マナ払うと、踏み倒せますよっていう感じですかね。で、じゃあ次いきますかね。ブラーグとナサーリ。こいつは5マナ54で赤単色で、あなたのアップキープの開始時。はい、まず自分のアップキープの開始時ですと。各プレイヤーです。各プレイヤー。自分も含めてね。はい、自分も含めて。土地でないカード1枚が追放されるまで、ライブラリーの上を追放していくと。合ってますよね、1枚ずつ。で、土地でないカードがめくれたら、対戦相手1人が、これにより追放されて土地でないカード1枚を選ぶと。対戦相手1人が。で、あなたはこれにより追放されていて、選ばれなかったカードの中から、呪文を最大2つ唱えていい。これすごくないですか、書いてあること合ってますよね。対戦まず4枚めくれますと。4枚めくれて、対戦相手が1人これはダメだって言ったやつを咎めますと。で、残り3つの中から2つ唱えていいってことです。そういうこと。これやばくないですか。しかもマナコスト支払うこともなく。まあ一切コントロールはできないんだけどねでもこれカジュアルだとめちゃくちゃ楽しそうというかまあだから多分パーティーカードだと思ってるからまあアドだからね、単純に何がでめくれたとしても。確かに2枚ね、2ドルしてる。なんならクリティカルなのが2枚めくれた瞬間に片方は唱えれるわけだから。そうですよね、確実にやばいですよね。これ結構楽しいんじゃないかなと思って、僕は逃走者的、完全に逃走したカードですよね、これは。完全に逃走したカードです。こんなもんスタンで使うわけないよじゃあ次は緑になりますね。復活した精霊信者西さん。何が復活したんですか。神ですか。神復活したみたいですね西さんは3マナ33で、上陸すると好きな色が1個埋めると。コブラです。コブラですね。コブラです。でこれ上陸ってことは1回じゃないですよね、上陸。1回じゃないよ。で2回目だったら別の能力は誘発して、そうだよ。その後か、2回目でも1マナは埋めて、そう出る。で2回目だったらそのエレメンタル化する効果がおまけでつくと。エルフやエレメンタルが1枚公開されるまでライブラリーをめくってって手札に加えていいと。これどう思いますか。俺ちょっと思いつくところがあるんです。いやまあ明らかに強いでしょこれもうコブラですからねそもそも統率寺駅における睡蓮のコブラなんで確かにそもそも強いのに、なんかその下についてる2回目のおまけが強すぎるそうか、だからアシャヤとかを持ってくる。これ思ったんですけど、これ緑単で組むとするじゃないですか、日産これ逃走者に指定してでデッキを要はアシャやエレメンタルだけにすれば手札に持ってこれません。持ってこれるよこれエレメンタルサーチじゃないかと思ってるんですよね、これは。エレメンタルだ単体にアシャだけにしたら持ってこれるけど、その場合クイリオンレンジャーいねえからそうかどっちかを持ってこれるじゃないですか。そうみたいなことはできるんで、だからその2枚にしとくと上陸ってした瞬間決まるっていう。決まりますよねめちゃめちゃ逃走したカードというかそうねこれエレメンタルサーチですよね。これいいなということで、あと次いきますか。緑はもう以上ですかね。以上です。多色のカードになります。ティームさんの大好きなカードが一番最初に書かれてるんですけど、こいつねいいっすね運命に導かれし者経営リクスこいつねストーリーで一切活躍してないプレインズウォーカーなのにいきなりもう火を失っているっていうねどういうことだっていうね最高ですよね。もう爆笑だよなこれ。どこで何してたんですかねこいつストーカーしてる間天使になっちゃうしこいつは火失うしもうどうしたらいいんやこいつっていう、ね、しかも弱いし緑白ねでまず3マナ、22で
まあこれエンチャントですこいついやまあこれはテイロスさんなんですからね。で星座がしますね星座でこいつやこれでないエンチャント一つがコントロールして出るたびクリーチャー1体の上に1時間を置くと、でこいつやあなたがコントロールしていてオーラがついているクリーチャーが1体がプレイヤーにダメージを与えるたび、あなたがコントロールしていて伝説性ないエンチャント一つのコピーであるトークンを生成していいと、これは毎回1回しか行えない、要検討です。微妙なんですか。素直に読むと、オーラパンチせーって書いてあるからさ、確かにね、でかくして殴れと、ちょっと弱くないですかそれ、さすがに。あれとかつけられるんじゃないですか、何でしたっけ、エルドラッシュの長兵。いやまあつけられるけど、あれ伝説でしたっけ。あれ伝説だったかな、どうだったかな、覚えてないな。あれコピーできたら面白くないですか。いやそうだけど、あれをどうやって貼るんだっていう話でしょ。確かに、まあそんな感じですかね。じゃあ次いきますか。次はシンベナリアの光。シンベナリアの光ダニサ、これ緑白ですね、3マナ、22警戒トランプル反コン、サッツは結構強いですね。まあいつものダニサですよ。あなたの各ターンの中に1回あなたはその墓地からオーラや装備品である呪文を回収できると。いいんじゃないですか。だから除けられてオーラ落ちてったとしても、再チャレンジ可能と書いてあるんですけど、逃走者的にはちょっと微妙だと。これスタンとかそういういやどうでしょうね。いや逃走者的には、むしろ殴りジェネラル適性はある方だと思う。ある方なんですね。なるほどなるほど。でじゃあ次いきます。不屈の将軍ジリーナ。こいつの婚約者マジロクでもないやつだったんだけど。婚約者誰ですか。将軍ルーカなんですか。ルーカなんだ。白黒の、22でこいつが場に出た時プレイヤー1人を対象として墓地を追放で、こいつを生贄に捧げるとターン終了時まであなたがコントロールしている全ての人間は呪言と破壊不能を得る。めちゃくちゃ防御的なことしか書いてないっていうね。いやこいつデッキの中にはスッて入ると思うんだけどさ、ちょっとジェネラルには指定してないだろこれ。しないですね、確かに。デッキの中には全然入るカードとしてはいいですよね。面白いですよね。守れますし、普通に墓地隊として優秀ですしね。まあデッキの中ということで、次いきますかね。次はシミックのザルファーの声ジョルレール出ました。ジョルレール高野さんが使ったことで愛用してることで有名なジョルレール。本当に愛用してるんですか。ジョルレール一躍有名になりましたからね。そのジョルレールが私帰ってきて、シミックになって帰ってきました。4マナ33。あなたのターンの戦闘の開始時にあなたがコントロールしている土地一つを、飛行速攻 XX の鳥になる、X はあなたの手札の数、それは土地でもある、土地が1個手札の数の XX になると、であなたがコントロールしている土地クリーチャー1体がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびカードを引くと。どう思いますかこれ。全然パッと分かんないです。パッとは分かんないですけど、分かんないです。どっちかっていうと俺構築用だと思ってるんだけど。そうなんですね。端的にドライアドたくさん出てくるやつあるじゃないですか。ドライアド森林の目覚め。あれ強いですよ。森林の目覚めどっちクリーチャーなんで。どっちクリーチャーなんでね。よくこの動画で出てくるって森林の目覚め。そうあれいいですよね。そうするとドローもおすすめでサイズもでかくなってだからなんやっていう。こいつ想像した時にはちょっと微妙な感じはしてますけどね。微妙だよ。だって点数で殺すしかないんだけど、そんな致死量の点数に。でもよく考えてくださいこれ、ワンチャンあるかもしれないです、でもこれコンボがねえか。これ一応カードは引けるって書いてあるじゃないですか。まあね、毎ターンダメージ与えてカード引けるんで、何か青緑で決まるコンボがあればね。青緑って決まるコンボねえんだよな。なんか変な寿司握るしかねえ。変な寿司握るしかねえからちょっと想像した時には微妙かもしれないですね。
次いきますか。深海の君主キオーラ。はい、海産物大好き。海産物でクリーチャーになっちゃいました。こいつは5マナシミックの4号で警戒5法いくつですかこれ 3?3 結構強い。結構強いですよね。それは状況にくい。5法しみるんですよね本当に。5法は逃走者のための能力なんじゃないかっていう、そうね、本当に5法にでも払えないから、払えないからあなたの手札から海産物を呪文を唱えるたび、あなたのライブラリの一番上にあるカードを X 枚見る。X はその呪文の、総量に等しい。あなたはその中から X より小さい呪文をコスト支払うことなく唱えてくれると。海産物唱えるとそれより微妙にちっちゃい海産物は出せますと。簡単に言うとそうですね。どうすんねんっていうかね。あと海産物が厳しい。カジュアルだったら海産物いっぱい出すぞってなるんじゃないですか。とりあえず海産物検索するんじゃないですか。いやそれは海産物検索するんだけどさ、くっそ重い海産物しかいないのよ基本的に。これ構築のカードじゃないと思うんですけど。いや確かにね。確かにね。多分これ普通に逃走者でやってくれってことはメッセージだと思うんですけど。そうだけどね。これもうマジファンデッキの勢い絶対出ない。楽しそうということで、次いきますか。劇場で連磨されたものナヒリ、6マナ赤ボロスの6マナで54で神話装備品。謎の能力ついてるっていう。あなたがコントロールしていて装備品がついているクリーチャー1体がコンバットするたび、あなたのライブラリの一番上にあるカードを1枚追放して、プレイできる、装備品呪文をまだコスト支払うことなく唱えてもらえる、ってことはこれ装備品じゃなかったらプレイはできるってことですよね。プレイはできるけどマナコスは払うと。そうですよね。装備品だったらマナコスト支払わなく唱えていいと。はい。どうしますこいつめっちゃ楽しそうかなと思ったんですけど。どうしますこれしかし。これもどう考えても逃走者かなと思ったんですけど。そうなんだけど。っていうね。とりあえず装備品めちゃくちゃ進め込むんじゃないですか。で殴りチェーナーなんじゃないですか。そうなんだけど一応横に並べると何回も誘発すんだよこれ。横に並べるとって装備品がくっついてるクリーチャー一体が。なるほどね。横に並べて横並びでのクリーチャーが全部装備品装備してると。そうそうするといっぱいめくれてさらに装備品が出てきてってなるんだけど、構築難易度高そうよこれ。神話も一応神話アーティファクト赤白あるのかな。浮かばないですけどパッと。装備品好きな人はめっちゃファンがいると思いますよ。装備品好きなファンっているじゃないですか。装備コストをね踏み倒せるカードがかなり限られているっていうね問題がありまして。だから一応これは逃走者カードですよね一応。一応。結構カジュアルなファンはいるんじゃないかということで。6ぐらいになりそうっていうね。次いきますか。悟った喪失者ナーセット。ジェスカイ4マナ34の、あなたがコントロールして全てのクリーチャーが果敢を持つという。でこいつが、攻撃するたび、墓地にありマナ総量がこいつよりパワーが小さいクリーチャーでも土地でもないカードをコピーする、追放してコピーする、そのコピーを魔法コスト支払うことなく唱えていいと、これどう思いますか？ジェスカイですね。実にジェスカイだ。実にジェスカイだっていう。これでも全てのクリーチャー果敢持つんですよこれ。これ横に並んでると打点はさすがにすごいことになるとなりますよね。いや僕思うんですけど、これ単純に青赤入ってるんで無限ストームで勝てるじゃないですか。無限ストームしろってことなのかなと思ったんですけど。無限ストームしたらそれは別に果敢がついてようがついてなかろうが勝てますよね。いやでも無限ストームだけで勝てるじゃないですか。でクリーチャーが例えば 2,3 体並んでれば、無限ストームだけで、パンチいけば、通ればですけどね、3人通れば勝てるんで、無限パンプできるなと思ったんですよね。単純に無限ストームだけオンリー。そういう意味では結構強いのかなと、7、8はいくんじゃないかなっていう。
でまああわよくば踏み倒そうっていう墓地から、まあね、いやまた普通にそれだから1マナのドロー呪文とかを再利用するだけだから基本的には、それでも十分強いじゃないですか単純に。確かにこれ3個追加をね踏み倒せますから。で3体並んでたら単純に全部果敢持ってるわけだから3点上がるんで、っていう感じだと思うんだよね。なるほどだから結局意外と殴っていけるっていうのはすごい利点なんで、割と強い逃走者の可能性もあるってことですよね、やってみたら。まあそうね、なしではないかもしれない。まあそんな感じですかね。隣になしいるんだけどね。次なしいきますか。月の光栄何これ光栄か光栄なしになりますね。なんかスピリチュアルな存在になったタミオが宿ってますよ。スルタイさんの34で威迫、5法1ついてますよ。これ最高ですよ5法。1なのよね。いや1でも染みますよ。いや1でもないよりは全然いいっすよ。1もちょっとってなりますからね。でこいつが攻撃するたび墓地にあるネズミや伝説であるカードを1枚対象として追放しコピーすると、あとはそのコピーを捉えてもよい。マナコスは支払うと。マナコスは支払うんですね、支払う必要がありますって書いてある。パーマネントの呪文はコピートークンになります。カッコで書いてありますね。で伝説やネズミ、これどういうことですか？これよくわかんなかったですか？よくわかんない。わかんないのか。よくわかんない。ネズミデッキ組むか伝説デッキ組むかしろって書いてあるんだけどさ、要は。そうっすよね。伝説だから。いやネズミデッキもね、熱烈なファンがいるんで。あ、そうなんですね。そういう人たちのためにはついにネズミデッキがスルタイで組めるぞっていうアピールをしつつ、それだけだとちょっとさすがにネタ枠が過ぎるから、伝説シナジーも出しといてとりあえずそっちでも考えさせとくかみたいな感じだと思うのよね。じゃあ結構楽しそうだってことなんですね。一応伝説ならいいんで。伝説っていうとなんだろうな。伝説で墓地に行くカードなんかあるかな。使い終わったプレインズウォーカーどうですか？プレインズウォーカー、プレインズウォーカーか。まあこれも皆さんに考えて託すという形になりますよね。次いきますね。次は5色ですね。至高のもの2分ミゼット、最短しました。最短はしてないですけども。で飛行5色55で飛行で単色からの呪言、これめちゃくちゃ強いですね。ほぼ除去れないって書いてある。単色ですからね呪文は。であなたは墓地にありちょうど2色であり、インスタントやソーサリーである全てのカードは再活を持つ。いやー2色のマルチカラーの呪文でなしなものがほぼないっていう。これ多分逃走者のカードじゃないですよね、予想だと。逆になんかファイオニアとかニューゼットの系のデッキとかに入る可能性ないですか？だからただのフライヤーとしてってこと？いや墓地から2色であるインスタント操作に再活できるんで、ニューゼット最短みたいなデッキには入ってくるんじゃないですか。いらなくないですか？いらないかな、分かんないですけどまあそういうのを意識してんのかな。逃走者ではないと思うんだよな。そうなのかな。でも単色からの呪言が有効なのって逃走者でしょ。そうなんですよ。単色からの呪言が有効なのはかなり逃走者なんですけどね。でも多分こいつをまともに使おうと思ったら殴りジェネラルになっちゃうんです。なるほど。弱くないですか？5マナ55フライヤー殴りジェネラル、ちょっとさすがにあんまり強くないと思うんだけど、いくら除去耐性あるっつっても5色ですからね。でもちょうど2色であるインスタントや操作になってなくないですか？何使うのかって話なんだよな。エラーダムリーなの弱いが使うのかみたいなね。ドミンの拒否権ボロスチャームとか使いました？ボロスチャームね。2段攻撃とか 4点は意味ないですよね。さすがに意味ないね。なるほど。まあそんな感じですかね。次いきますか。囚われの黒幕オブニクシリス、4マナ43ラクドスですね。飛行トランプル。飛行なんすかこいつ？飛行トランプルなんだ。まあデーモンなんで羽持ってるからいいかな、ね、結構強いな。1人以上の対戦相手がそれぞれちょうど1点のライフを失うたびって、これ3人が
同時に1点失わないとダメと思う。もしかして1人以上の対戦相手、1人以上の対戦1人でもいいし1点失えばいいけど、同時に全員が1点失ったとしても1回だよっていうこと。なるほど、そういう意味なんですね。なるほどなるほど。でこいつの上に11カウンターを1個置くと、でトップをめくって次のあなたの終了ステップまでプレイしてると、ってことはこれその次じゃないから終了ステップで終わっちゃうってことですね。合ってますよね。そうね。舞台手配とは違うってことですよね。そうね。まあまあ俺これいいんじゃないかなと思ってるんですけど。まあ一応2枚コンボもあるし。2枚コンボなんてあります？あるでしょ。なんすか。カウンター乗ったらこいつだって1点与えられる効果と一緒に。まあ結構じゃあ強いんじゃないですかね。まあそもそもスタッツでかいから。でしかもこいつでかくなってくるんですよ。すごいでかくなってくから飛行トランプですよ。そうなんか適当になんだっけパーマネント1個さくると1点飛ぶやついるじゃないですか。はいはいはい使われる。波乱の悪魔。そう波乱の悪魔飛ぶとこれサイズ上がるんだよだって。やばいっすね。何回飛ぶんだみたいな話じゃないですか。ってことは波乱の悪魔で1点こう飛ぶたびにこいつが1時カウンター上がってるってことですよね。あれはちょうど1点だから1点飛んだカウンター上がります、1点飛んだカウンター上がりますってことです。めちゃくちゃ強いじゃないですか。サイズ一瞬でこれすごいことになる。波乱の悪魔は一応言っとくとC 級のカードなんですよね。圧倒的に C 級。圧倒的に C 級のカードなんでめちゃくちゃいいじゃないですか。なるほど。じゃあ一応次いきますか。復興の領事ピアナラ転職なさった。お母さん転職なさった。赤白ボロスの23。あなたがコントロールしている全ての飛行機械は速攻を持つ。あなたが追放領域から土地をプレイするか、追放領域から呪文を唱えるたび、飛行を持つ無色の11の飛行機械アーティファクトクリーチャートークンを1体生成する。はい。これどうなんだ。どう思いますかこれ。いや俺分かんないですけど、これ全然追放のから唱えるのは結構あるからカジュアルのカードなのかなと思うんですけど。まあね、一応だから単純にチャンドラとかで追放して唱えてもプレイしても出てくるわけだから、まあそういうカードいっぱい入れるんだろうけど、まあ飛行機がいっぱい出てくるよねっていう。なんか神話とか相性良さそうですよね。赤の神話カード飛行機がいっぱい出てきたよねの後どうするかっていう話なんだけど。パンプすんじゃないですか多分。白だから。はい、横並びでトークンを強化する、トークンを鍛えられて鋼する鍛えられた鋼じゃないですかとかそういうね、アーティファクトクリーチャーが11でしたっけ ?22？ 結構でかいよ、そんなカードめっちゃ修正かかる、鍛えられた鋼とかまあ普通にロードね栄光アンセムみたいなことしてもいいってことですよね。アーティファクトクリーチャーロードとかね、でもいいし、おっしゃるように普通のアンセムみたいなのでもいいし、普通に殴ってくんじゃないですかこれ。まあ普通に殴ってくんだろうけどね、赤白だし全部速攻持ってますよしかも。なんで中にウィノータ入れとくんじゃないですか。ウィノータウィノータでいいじゃんってなっちゃうじゃないですか。飛行機がいっぱい出てくるから種がね。なるほど。じゃあ次いきますか。次は街角の料理人6個になりますね。なんであえて6個なのかっていうね。6個これ多分出世したんですよね。これワンコモンだったのがレアになってますよ。そう3マーのX なくなった。X なくなりました。ナヤカラーで24です。でかくなってるスタッツも。あなたは終了ステップの開始時に各プレイヤーはそれぞれ自分のライブラリの一番上にあるカード1枚を追放する。各プレイヤー、次の終了ステップまで各プレイヤーはこれにより自分が追放しているカードをプレイして、これ各プレイヤーが唱えていいの？これどういうことなんですか？だから基本的にはねデメリット能力なんだけどそうですよね。終了ステップの開始時に油圧して次の終了ステップだから一瞬待ってくれね。次のあなたの終了ステップだから全員ワンドローみたいなことですよね。全員ワンドロー簡単に言うと、で全員衝動ワンドローみたいな、でプレイヤー1人が強い領域から土地をプレイするか追放領域から呪文を唱えてそれを唱えたら、誰かが使ったらカウンターを置かれて食物トークンが1個出ると。一時カウンターをだから何やっていうなんだこれまたがなんだよこれなんでアンコモンドが強いんだ
まあまあ確かにパッと見思うことはアンコモンはめちゃくちゃ強かったのに、なんでこ弱くなってんだ。いつは弱くなっとるよなと普通に読んだら思うんですけど、はい。なんか秘密があるんですかねこいつ。なんかあるんですかね。なんかあります？追放で。いや全然浮かばないんですけど。いや全く見当がつかないんですけどこれ。構築のカードということで託しますか。構築のカードなのかな。まあ、一応ゆっくりだけどでもお互いに一応味わえる。逃走者だったら、うん4人じゃないですか、うんだから4つカウンターが乗ることは確かですよね。うんそれが美味しく使えるってことは、うん合ってますよね。そうね。使えたら相手が選べる。だからこれ実は上の方の能力は若干どこでもよくて下の方の能力がメインなんだろうけど、追放領域から土地をプレイするか追放領域から地元なる旅だから別にやっぱりチャンドラみたいなので自分が備えたとしてもおまけがつくのよ。はい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 。まあそのおまけが強いかどうかはちょっとよくわかんないんだけどこれこれはタクスという形になりますかね。託し放題になってる。託し放題次いきますか。次はナクタムンの地震サムトになります。こいつも火失ってるんだよね。火失いましたね。グルール3マナで23先制警戒速攻スタッツがめちゃくちゃすごいですね。あなたがコントロールしているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびそのクリーチャーが戦場に出たのがこのターンだったらカードを1枚引く。これどう思いますか？構築級なんじゃないですか。僕もねこれワンチャンパイオニアの構築で使いたいなってそうだよね、思ったぐらいなんですが、これでも俺逃走者でもうんいいんじゃないかと思ってて、うんもちろん中に入れるカードとしてですよ。そういうことね。グルーだったらうん速攻はまあありえそうなんで、うんまああんまないですけど、こいつ出てワンドロできるって結構でかいなと思って、グルールだったら入れるのもありかなって一瞬思いましたね。結局アンガーとか墓地に落としてそう付与してたら、はいはいはい、その下のメインの効果が結そうですね構誘発する機会が多いとそうですね。思うけどね。だからこれまあこいつ例えば逃走者に指定したとしても、アンガーが墓地に落ちてさえいれば、また全体速攻のカードがあれば、全部ワンドローに変わるわけじゃないですか。そしたら一応何でしたっけ、サティロスガリアよりは強いっていう扱いになるじゃないですか。だからワンチャンカジュアル的にはありっちゃありかもしれないなとは思ったんですよ。弱くはないと思うよ。決して格別強いわけじゃない。めっちゃ強いわけじゃないですじゃあ次いきますか。燃える魂サルカン来ました。はいはいはい。これでも火失ってるぞ。火失ってますね。イゼットの3マナで24でドラゴンのコストが1少なくなります。ドラゴン1体があなたのコントロール下で戦場に出るたびそいつのコピーになる、伝説であることを除きそのコピーになるを選んでもよいと、以上です。はい。ドラゴン好きすぎてドラゴンになっちゃう。ドラゴン好きドラゴンになっちゃうっていつものことですね。サルカンの日常です。これ僕いいと思ってるんですけど、よくないですかこのカード。殴れると。いや殴れるっていうのもあるんですけど、このドラゴン呪文のコストを下げるっていうクリーチャーが、結構数限られてて、かなり数限られてるしかも赤でしかないんですよ。でこれ青赤でしかも逃走者に指定できるんで、なるほどね。結構ファンはいると思うんですよ。ドラゴンファン。ドラゴンファンね。はい。まあでもこれ青赤でドラゴンコストが1少なくなるっていうのはこれカードだけなんで、結構僕は多分買うと思います。なるほど。正直。こいつなんかツイッターでちらっと見たんですけど、イラスト。はい。とりあえずそれはとりあえず置いといてってやってるようにしか見えないっていう。そうなんですね。そうドラゴンの話は置いといてってしてるようにしか見えないっていう。それを置いといたらお前に何が残るんだっていうね。まあ次行きますか。次は祝福の泉シガルダ。緑白4マナの44飛行であなたがコントロールしていてこれでない全てのパーマネントは呪言を持つ。これでない全てのパーマネントは呪言を持つ。社来みたいですね。いつものシガルダですね。あなたはいつでもあなたのライバルの一番上を見ていい。上から天使か人間を唱えていい。これどうですか。天使は人間か。これ強くはないと思うんだけど、
まあまあまあなんか楽しそうですよね。楽しそう楽しそう楽しそうなカード多いですね今回。そうそう特別強いカードはないんだけど楽しそうだっていうカードが多いですよね。うんうんなんかカジュアルだったらこれめちゃめちゃ天使人間をトップから唱えられてて、うん、これ呪言っていうのがいいですよね全部。うん、まあ、こいつが飛来神になってくれると。そうですよね。うん。まあそんなとこですかね。うん、次いきますか。次はタイマーですね。敵意に落ちたものタイマー。満ちたものもうすぐに火失ったろみたいななったばっかりなのにっていう。そう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 もう失ったんだっていう。うん4マナ54でかくないですか。4マナ54でけえな確かにでけえな。びっくりした今。これ戦闘狂だからな、ただのあなたがコントロールしている1体以上のエルフが攻撃するたび、はい。ターン終了時までそれらを接し終える。はい。そうなのよ。あなたがコントロールしている全てのクリーチャーは、このクリーチャーのマナ能力が解決されるたび、ムキムキになるんですね。その生み出したマナの点数に等しい個数の11カウンターを置く。この能力は1回しか言わしない。はい。1回しか誘発しないというところに安全瓶がついてるんですけど。なるほど。なんかこれ例えばほら、ティタニアの僧侶をタップすると、はい。ティタニアの僧侶ムキムキになるっていうよくわからない効果なんでこれそのクリーチャーがですか。そのクリーチャーがなんですか。そのクリーチャーが。なるほど、面白いですね。これでもその構築はどうかわかんないですけど、めちゃめちゃカジュアルそうだったじゃないですか。いや、まあだってもうエルフデッキでしょ、完全に。エルフデッキのムキムキになるってことですね。めっちゃ楽しそうじゃないですか。エルフは華奢ではなかったっていうね。ラスリスとかがムキムキになりだしたら困りますよね。まあそんなとこですかね。最後アーティファクトになります。最短サレシレガシーカーン無色5マナです。はい。とりあえず構築物の能力だと、XX 合ってますか。パワーとタフネスはあなたがコントロールしているアーティファクトのマナ総量の中の最大値に相当しい、これやばくないですか。マナ総量っすよ。はい。めちゃくちゃ強いじゃないですか。あなたはキープの開始時にあなたがコントロールしているアーティファクト一つにつき無色を加える、これすごいぞこれ。こいつね、無色統率者の中では一番強いんじゃねえかっていう確かに気はしてるんだけど。俺もそんな気してきたな。何でしたっけ、瞬足で唱えられるやついたじゃないですか。リベレーターよりこいつの方が強いと思いません？もうこいつだって単純に強いと思うけどね。こいつやばいっすね。でもだからアーティファクトを唱えるためにしか使えないから。なるほどなるほど。アーティファクトを唱えるために。エルドラージとかは唱えられないですよ。それはやんないのか。だからアーティファクトのなんかでかいのって何があるかなみたいな話になってくるんだけど。一徹さん多分発狂してますよこのカード。めちゃめちゃ一徹さん無色が好きというよりかエルドラージが好きなんじゃないの。無色のデッキばっかり組んでますからね。まあね、めちゃめちゃ無色好きにはこれたまらないですよね。めちゃめちゃいいカードでカードを紹介は終わりますかね。で一応今回紹介してた中でしなかった中で、ちょっと気になったカード何枚か、僕はあったんですけど、まずティームさんがおっしゃられてたのは白のカード、神格化というカードですかね。これが2マナのエンチャントで、プレインズウォーカーを1個選ぶとタイプ、その選ばれたタイプは呪言を持ってで、ダメージを食らうんだけどそれは1しか減らないと。違う致死量のダメージをプレインズウォーカーが受けた場合それは1カウンターを残すまで減らすっていうことが。そうなんですね。逆なのか。1残る。1残るんですね。1残るっていう、ギリギリ残るっていう。そう常に1残る。常に1残るっていうエンチャント、これオースブレーカーが今ブームなんで流行ってること分かんないですけどそれはまだ流行っていますかみたいな水神相談みたいになっちゃうみたいなでオースブレーカーカードですよね、だと思うけどギデオンにねつけて神格するのはどう考えてもギデオンだろうと思ってるんだけどねギデオンいっぱいギデオン並んだギデオンがいっぱいギデオンいるからギデオン知らねえのはうぜえだろさすがにいっぱい知らないギデオンが出てくるっていうそうもともとあんま知らねえのに面
面白いですね。で僕が気になったカードは赤のカードなんですけど、無謀な始末っていう、これはどう考えても逃走者のカードだっていう2マナのソーサリーで、あなたのライバリーからアーティファクトカードを1枚探し公開し、あなたの手札に加えあなたのライバリーを消え直す。その後カードを1枚無駄さえ選んで捨てるといわゆるギャンブルですよね。でアーティファクトが捨てられたら、2点のダメージを与える。なんでいわゆる2マナのギャンブルだと。で基本的にギャンブルって1ターン目とかに打つじゃないですか。2ターン目に打って、クリプトとかソウルに持ってきても、一緒なんで言ってることやってること一緒なんで、結果このカードありがたいですよね。赤にとってはゴリゴリの逃走者カードまあ構築の方からするとなんだこのカードみたいな感じかもしれないんですけどめちゃくちゃ僕は今回公開された中で一番気になったカードはこのカードです。まあそんなところですかね。はい。今回の機械兵団の決戦の後に紹介は以上になりますかね。はい。まあ皆さんも買ってみてはということで。はい。今回の動画は以上になります。はい。おしまい。